都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。マスター、俺ちょっと仕事しすぎなのかな。いつかちゃんの幻が見えてる。いますよ、実際は。今週から復帰させていただきます。本物。いやー、よかったよ。よかったよかった。ありがとうございます。いやー、会いたかったから嬉しいよ。本当に楽しいですね。オフライン接客ですね、ここからお願いいたします。お願いします。はい、いらっしゃいませ。お、いらっしゃい。鉄拳プレイヤーの青さんと YouTuber ののびさんじゃないですか。よろしくお願いします。って誰？プロゲーマーです。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。一人目のお客様は鉄壁のプリンス青選手。トパンガリーグクロス鉄拳7シーズン2優勝など数々の大会で好成績を収めてきた若手強豪プレイヤーです。2人目のお客様は日本の鉄拳シーンを牽引してきたのび選手。エボ2015優勝など数々の世界大会で活躍。超攻撃的なプレイで見る者を魅了するエンターテイナーです。関係やちょっと出会いについても伺っていきたいと思います。はい、一言で言えばめっちゃ嫌いでした。いい一言。いい一言。違う、でもでした。これすごい大事です。でした。はい過去形。今は違うと。今はね仲いいよな。そうですね。なんだろうな。って言ってますけど、青さんどうですか。10代ぐらいの時とか、まあそれこそのびさんが20歳ぐらいの時は本当お互いバチバチしてて、多分お互い嫌いだったんですよ。お互い多分子供だったんですよ。当時はやっぱりゲームセンターによって派閥めっちゃあったんですよ。例えばこのゲームセンターのここが最強とか、例えば同じ神奈川の中でも市とかでめっちゃ違うじゃないですか。そういうのの中でも青は全然プレイヤーがいない祖師ヶ谷ってとこで一人で活動してるプレイヤー。新宿の僕は聖地のジョイボックスでハメコさんも当時いたあそこでやってたんで、たまに来る青がちょっとやってすぐ帰るのを見たらこいつ許せねえなと思って、こいつは仲良くなれないっていうのでそもそも喋る前から嫌いでした。だってもうね、自分のホームグラウンド荒らされてるのと同じですよね。そうです。いや、ちょっと前にバーチャルプレイヤーの池袋貞さんっていう方がやっぱ西口か東口かで池袋の西口か東口かで違うって言ってたから、それ気持ちわかりますよ。構想というかね。青さんからしたら違う意見をお持ちなんじゃないですか。そもそも僕がそのジョイボックスにいる時って大体のびさんいなくて、そのジョイボックスで一番強いとされている KO さんっていう人がいたんですけど、その人には僕勝てなくて、断念はしたんですけど、他のプレイヤーには大体みんなには勝ってたんで、こんなガキに負けてるなんて絶対許せないっていう風には多分みんな思ってたんで、それで辞めるとかいう噂が多分広がって、でもじゃないですか。俺が聞いた話によると誰も青とは対戦してなかったんで。そうだ。大体2人とも聞いた話を中心に。最初のそのプレイヤーとしての印象ってお互いどう思ってらしたんですか。人間としてはあれでもプレイヤーとしてはマジで分かり合えなかったですよ。真逆っすもん、スタイル。プレイスタイル。はい、僕がめっちゃ攻めなのにこいつ無芸選んで一生下がってるみたいな。お前違うゲームやれって言いたかったですね。鉄拳はね、そうですよね。画面端の概念ないですからね。ただ本人からしても自分のスタイルを確立してるんで、そこは譲れない部分はあったんじゃないかなって僕は思ってます。のびさんってなんか昔もうエクステとか眉毛全剃りとか、もう見た目すごくて。本当になんかもう本当ゲーム性。お前プレイヤーとしての印象じゃん。これもう人の印象。今のちょっと気になりましたよ。気になりましたよ。やっぱ見た目的にもやっぱ近づきたくないなってオーラがすごいあったんですよ。お前鉄拳出た方が早いだろみたいなね。ただなんかそのゲームでは最強の若手っていう風に言われてたんで、個人的にもすごい注目してましたし、攻めるのがすごい上手いプレイヤーなんで。で真逆に僕はその守りで結構下がってっていうところでやっぱ対立はしてたんで、そういうところでやっぱお互い絶対噛み合わないなっていうのは間違いない。分かり合えなかったですね。7月に開催されるトパンガリーグクロス鉄拳7シーズン4の話題です。はい、この収録タイミングでは大会前なんですけれども、青選手は T1 リーグから、そしてのび選手は T1、T2 の入れ替え戦からの参加に
なりますけれども、でも今回のねリーグ戦、複数のプレイヤーと戦うというのはもう当然です。ライバルとなりそうなプレイヤー、今注目しているプレイヤーっていうのはいらっしゃいますか？ T1、T2 の残留戦のメンバーはなかなかやばくて、TWT の世界王者のチクリンもいますし、ノロマ、ミキオってこの3人は誰でも大会優勝できるレベルの強さの人たちなんで、そもそもライバルとかじゃなくて対戦よろしくお願いしますって感じですね。2人いてやっぱゲン選手と同じチームのダブル選手、本当にこの2人と本当いがみ合ってマジで対戦バチバチなんで、その大会シーンでも、その2人には本当に負けたくないっていうところは間違いないですね。そこを勝たないと残れないと思ってます。特にダブルさんは魚群内のパワーバランスに影響がってくるんで、こいつには負けたくないっていうのが何個も乗っちゃうっていうねのがちょっとあるかなと思いますね。ダブル言ってましたもん。青練習の時本気やんないんですよこいつ。隠してんだ。本気でやってくんねえんすよ。なるほどね。負けても今の別にガチじゃねえしみたいなこと言ってくるし。いい魚群内でもね隠してるんですよ。7月10日に行われた T1、T2 入れ替え戦、7本選手の総当たり戦を行い、上位2名が T1 リーグへ進出します。ノビ選手は2勝1敗ながら得失点差で1位通過。チクリン選手とともに23日から行われる T1 リーグに参戦します。世界14地域で腕を競い合う鉄拳オンラインチャレンジ2021、公式大会のオンラインマスターとコミュニティ大会のオンライン道場でランキングポイントを獲得し、ポイント上位8名が地域決勝に進出。大会についてお二人に伺います。もうやってくれること自体めちゃめちゃありがたいんですけど、僕そもそも参加1回しかまだできてなくて、先着32なんで、その今日9時からやりますみたいな感じでお風呂入って上がってやろうと思ったら嘘んっていう感じになってたり、その予約の取れないラーメン屋みたいな感じで。本当に来月からは64とか96とかも増えていくみたいなので、そこではいろんなプレイヤーが参加できるので、とりあえずいっぱい大会があるっていうのは本当にありがたいですね。僕にとっては新鮮ですよね。やっぱ新しい大会がどんどん出てきてるんで、継続的に出ていくということですね。ただやっぱその先ほどのびさんがおっしゃられたようにマジで倍率が現状高い。お前も1回？俺実は3回目です。ほらやってんな。俺はちゃんと、いやでもね、この間はギリギリ滑り込むことができたんで、8分前とか9分前とかそれでギリギリ滑り込めたからよかった。9分前で30何名埋まってそのレベルですよ。みんな待ってんだ。しかもその倍率じゃないですか。レベルがめちゃくちゃ高いんですよ。マジで高いんですよ。本当にその美食家しか並んでないんですよ。というレストランなんだ。それでも食べれるかどうかわかんない。全員美食家なんで。すげえな。バチバチバトルなんで。だとしたら席数増やしてよって思いません？やっぱり。それは今後一応これからね。運営がめちゃめちゃ大変なんで、一人で個人でやってくれてる人たちなので。そこがコミュニティ大会の面白いところであり難しいところなんだ。今後はそこもその広げていく形でやっていくとは聞いているので。でもぜひバックアップしてもらいたいですね。ここからは青選手の寮生活について伺います。ゲームを今やってるスペースが、僕のところとその斜め前が水葉くんがゲームやってるところなんで、水葉くんがトパンガチャンピオンシップで頑張って大会やってるところをその斜め前でやっぱ応援できてたんで、なるほどなるほど。そこはすごい親近感あって、あとやっぱ大会のサポートできるのがいいなって、チームできてるなって思います。大体買い出しなんですけど、水買ってきたりとか、でもそういうことやってたんですね。やってます。なんでお互い助け合って大会を乗り越えようっていう団結力は結構固まってきてはいるんで。なんかないですか、あいつ俺寝てる間もずっと練習してんのかよみたいな、なんだろう、私生活が垣間見える瞬間みたいな。なんかないの？普段のプライベートの青さんみたいな。もう僕からしたらなんかクールなかっこいい人みたいになっちゃってる。まず青のデスクの上には必ず酒が置いてあります。飲酒プレイヤーか。なるほど。リラックスしてんのか。酒が置いてある。俺寝た時にその青の部屋の横のところで寝たんですけど、青のいびきがうるさくて起きた。いい。マジで俺そんなうるさかった。酔ってんじゃないのこれ。いや多分お酒飲んで寝てるから、そう多分いびきかいたと思うんですけど、はい、そんなことありましたね。
そしてのびさん、はいミルダム配信を積極的にやられていると。そうですね、まあ、なんか生活の一部みたいなのをやれてるんで。もともと配信は積極的にやってた方じゃないですか。そうですね、はいなんで別に僕なんかそうですね、リズムになってきてますね。もごう今は結婚されたことでとかいうのはあんま関係なく生活の。コロナになってからですね、ちゃんとそういうのを意識したのは。で最近はでももう車の免許をはい取りに行ってて、あらようやく仮免手前まで来て今効果測定を落ちたところで。それ魚粉の前で言っちゃダメですよ。いやしてますよ。それ魚粉の人の前で言っちゃダメです。ちなみに孫さんにはまだ話してないですけど、そもそも僕一緒にタバコをやめた時期もあって、はその時に海外回ってて孫さんに「俺タバコやめたんですよね」って言ったら「俺喫煙30回成功したことあるよ」って聞いて「何でも聞いて」って言われてタバコ吸ってて、俺絶対こうなるんだろうなと思ってタバコを吸うように戻ったんですけど。いやまあずっとお話を聞いていられるお二人なんですけれども、とはいえね、そろそろね対決していただきましょう。もうライバルだったんだろうお前ら。いやまあ今もっすけどね。これからもバチバチやっていただきたいということで、まあこれから大会いっぱいありますから前哨戦ということでお二人戦っていただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。よろしくお願いします。トパンガリーグの前哨戦ともいえる対決、青選手 VS のび選手。いやおそらくノビ選手は魂のキャラドラグノフを使ってくれると僕は信じています。こいつそんなこと言いながらさ、トパンガでファーカムラム使ってたやつが何言ってんだろうな。ちょっと頭おかしいんじゃないですかね。キャラ煽り返しですねこれは。はい。アリサはすごく機動力のあるキャラクターで、バックステップ横移動の性能が非常に高い、前キャラでも屈指なので相手の攻撃を回避しつつその前に来たところにその技を当てていくというところがまず戦い方になってきますね。逆にこのマードック、右のマードック、ノビが選んだマードックはめちゃくちゃパワーキャラクターです。そうですよね。はい。まあ大盛りの技は多いんですけれども、相手のガードをキャラクター絵に描いてるな。相手のガードをこう崩していく中下段攻撃の2択非常に強力ですし、そして特殊な構えからのマウントタックルで相手に覆いかぶさってそこから投げ技の3択を仕掛けられるんですが、それも非常に強力です。なるほど。特定の状況でものすごいパワー。そうですね、これですね、マウント。これ抜けるのもまあ非常に連打をしないといけなくて大変です。ここまでは青ペースだがアッパーいうことはできませんでしたが、体力を取り返していくのはノビ。下段からカウンターヒット、とんでもないダメージだ。なんで？何が起きちゃったの？バベルブレイクって下段攻撃なんですけど、カウンターヒットするとその打撃投げに移行するっていうそれで技になっています。今それで一気に体力奪い取りましたね。こういった形でマードが本当にパワーがあります。攻撃力特化型のキャラクター。そしてこのアリサは、チェンソー実はロボットなんでチェンソーを繰り出したり顔を渡したりという動きができます。そしてこの強力な横移動からの反撃、壁に追い詰めたがレイジアーツ受け止めることに成功。何？これはいわゆる体力が少ない時に打てる強烈さと相手の攻撃を受け止めつつアーマーになってる。ダメージを与えていく。そして自分の体力が少なければ少ないほど火力も上がります。ただこれでレイジャーは終わってしまった。タックルどっち？左右両パン、右打ち抜けている。もう一回これは抜けた。なんとか耐えたがカウンターヒット、クローザーストライク。マウントを取ってからがその防御方法を相手が選ばなきゃいけないですね。そうですね、左右両パンチっていうところで抜けがあるんですけども、さらにマウントこれは抜けている。そして暴れてきました。インバウンドキック、ジャンプ状態になって相手を浮かせることに成功。そしてこのチェーンソーの構えからの攻めが非常に強力です。横移動しつつ壁に追い詰めた状況を作っているのは青のアリサ。カウンターヒットすると浮かし技がつながってしまいます。すると火力が出ますよ。運んでいく。壁やられいくぞ。側面壁やられを空中投げてめちゃくちゃダメージだ。下段をガードしている。さあ追い詰められました。どうするか。逆ガード下段特殊起き上がり。もう下段ガードしている。下段ってきてドライブ、おわ潰したサルコンパンチ。そんな勝者のみ。おめでとうございます。これは言い分あるんじゃないかな。いやごめんなさいね、これ本当にすいません、いろいろあざした僕がナンバーワンです。あれしたすいません。おかしいな、なんでこうなったんだろう。いやこんなはずじゃなかったんですよ本来は。そうですね。でも負けちゃったんでしょうがないですね。はい。俺はまた次リーグかなんかで当たったら絶対もうぶっ倒すんでお願いします。一応説明しておくと、この試合の収録前にボタン設定のミスがあってやり直しているということです。はい。
まあ誰かとは言わないですけどね。分かるだろ。初級者いつかの格ゲー修行、格ゲーレッスン。はい、ここからは格ゲーレッスンのコーナーです。今週は立川先生にお越しいただきまして、いつかちゃんへのアドバイスをいただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。待ってマジで。さあいつかちゃん頑張って。ダルシムだよ相手は。はい10飛んだら10番地。あ、ごめんなさい。まずは立川先生との対戦で課題を見つけていただきます。中キック、必要な中キック。お、もう相手のすねを砕くんじゃないかというほどの。でもお、なんだ縄跳びか。まずい。まずい。いつだまずい。鳥がスタンしちゃう。ピヨルピヨル。まず一子。一子報いて。からの。はい。おい。バレてんだよ。からの。出た。びっくりした今。シフト狩られると思わんかったな。シベリアエクスプレスじゃない。いつかちゃんな大阪環状線。マジか。決まった来たのは。テレポートも狩られるか。しかしこの中キックが苦しいのは変わらず。変わらないっすね。この組み合わせ。ああ。いいぞ。おい、こういう飛び方できたら。第2ラウンド中盤、1セットは立ち回りを変更。アイアンマッスルで防御しつつ近づきます。しかし思うようにダメージを与えることができず終盤へ。苦しい。大丈夫。でもね、いい。この戦いの中から学びましょう。最終ラウンド開始直後、いつ Z は一撃を与えるも立川先生の遠距離攻撃に苦戦。このラウンドも間合いに入ることができず。苦しいか。苦しい。じゃあ立川先生、これ今の試合でどのあたりを改善すると戦いやすくなるでしょうかね。そうですね、まずキャラ変えた方がいいかもしれないですね。おい。ない。いやまあ冗談なんですけど、これ絶対きついんですよ。まあ、もう見てわかると思うんですけど、で1ラウンド目すごい良かったのがやっぱりトリガーで割り切ってたじゃないですか。どうせ死ぬならトリガー使おうっていう気持ちでやったと思うんですけど、もうあれが本当に正解で、もっとね自分から崩しにいかないとダメなんですよね。ダメージ食らってもいいから、そういう行動をきついキャラ相手にできるようになるといいですね。遠距離キャラはもうどうせ厳しいんで、もうガンガン荒らしに行く行動っていうのを覚えるといいですね。はい、具体的にはどういうのをすればいいと思います？ダルシム戦だけで言ったら、その途中前中キックやってたじゃないですか。やってた。あれもかなりいいんですよ。だからあれをもっとやっちゃってもいいですし、スキップするような攻撃でこうね、ちょっと浮くので相手のダルシムのねキックを避けたりみたいなのあったけど、要所要所でああいうのやるとちょっと光ってたよね。そうなんですよ。あれ10回こっち勝つかもしれないんですけど、1回残機勝つかもしれないんですよ。だからそのなんか負けてもいいからぐらいの気持ちでグイグイやるの大事ですね。残機はワンチャンス来たらいいんです。ワンチャンス。マジでワンチャンス来たらもう OK です。それをものにするかどうかですね、本当に。はい、ワンチャンスをものにできるよう頑張ります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。格ゲーマーユニットプロジェクト仮。今週はダンスボーカルナウマン選手に密着。訪れたのは渋谷。はい、僕にとって渋谷はですね、僕大学が国学院大学なんですけど、最寄りが渋谷駅ってことで、通学路ですね。大学時代に通った渋谷。4年間法学部で学び、一昨年卒業した。さすがに通ったんでもう慣れっこだと思ってたんですけど、今日来たらもう別の街になってましたね。いや懐かしいな。そして格ゲーに本格的にハマったのも大学入学がきっかけだった。この辺の思い出だとそこの飯屋がすごいうまかったぐらいですね。格ゲーサークルっていうのを見つけちゃいまして、入った時にちょっと入るか悩んだんですけど、やっぱちょっと抗えなかったですね、魅力に。だからすごい楽しそうにしてて、朝パチャでみんななんか
遊んだりとかもしてて、新作とか出たら好きなものを共有できる仲間たちって感じでしたね。ゲーセンには行ったことがない。格ゲーサークルで仲間と対戦するオフラインの楽しさを知った。格ゲー仲間の面白さというか楽しさっていうのを知って、基本はなんか普通の大学生しつつ、もう家でスト5やって、その頃って対戦会ブームというか、それこそマジで週5とかで対戦会行ったりしてましたね。大学卒業後プロとして活躍。2020年に日本最大級の大会エボジャパン2020で優勝。しかしプロゲーマーの道を歩むことは大きな決断だったといいます。いや、めちゃくちゃ迷いましたね。就活も普通にしてて、本当にギリギリまでどっちで行こうかっていうか、普通に会社員として働くっていうのが、当然かなっていうふうに自分の中でその時思ってたんですけど、格ゲーの面白さを知っちゃって、ちょっと自分のしたいことを優先しようっていう気持ちになりましたね。アイドルユニットではダンスボーカルを担当。学生時代から愛してやまない格闘ゲームシーンへの思いがあった。この業界で長くやっていきたいっていうのもあるんで、そのためには、業界がもっと盛り上がってくれる方が盛り上げていかなきゃいけないっていう感じですかね。単純に自分が好きなものを自慢したいっていう気持ち誰にでもあると思うんですよね。僕が仕事としてやってるこの業界はこんなに面白いんだぞっていうのが多くの人に伝わって、またそこから面白い展開になったら僕としてもすごい嬉しいんで、やっぱゲームって楽しいからやってるんで、どんどん楽しくなっていったらいいなっていうふうに思ってますね。はい、そろそろ閉店のお時間となりました。ハプニングもありましたけどやっぱり2人の話聞いてると、やっぱ私生活の話とかすごく楽しかったですし、もう面白い素敵な時間をありがとうございました。やっぱ鉄拳プレイおもろいっすね。いいっすね。でやっぱ寮生活ちょっと気になるんで、のびさん今度バズーカ砲持って遊びに行きましょうよ。一緒に。なんかめちゃめちゃにしてやりたいですね。魚群寮にバズーカ持っていきましょう。はい。これからも何卒よろしくお願いします。はい。結構のびさんとまず話す機会っていうのはやっぱなかなかなかったんで、こうやってお互い大人になったなっていう話が結構できてすごい楽しかったし、ちょっとホッとしてます。またトパンガリーグとかで活躍してまたこの場に遊びに行けたらすごい嬉しいです。またお待ちしてます。よろしくおぜひ優願いします。勝してきてください。はい。そうですね、トパンガリーグがまずキンキンで、僕たち鉄拳はあるんですけど、鉄拳にも少しでも多くの人が見てきてもらえるように、僕たち人間的にもちょっと喋りも磨いたりいろいろやっていこうと思いますのでね、少しでも興味がありましたら、鉄拳勢の配信などにもお邪魔していただけたらなと思います。はい、ありがとうございました。ということで今夜の格ゲー喫茶ハメジュン、お客様は青選手そしてのび選手でした。またのご来店はお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。来週はギルティギアストライブを特集。トモ選手とナゲ選手がご来店。お楽しみに。